おはようございます。阿部義俊です。前回の動画に続いてというか、ちょっとどの順番で公開するかわかんないんで、ちゃんと前回になるかどうかわかんないんですけど、この今撮ってるのの一つ前の動画で、このパーカーの75プラスバンドームゴールドゴドロンというモデルの万年筆の紹介というか、ちょっと書き味のテストとか線の太さを見てみるみたいな動画をちょっと撮って、そのついでに最近やたらとモンブランついてるんでモンブランの話をしようと思って、でモンブランの話ちょっと途中まで喋ったんですよ。そしたら、この今の手帳に書きながら喋ってたら画面の端から、全部切れていて、書いたものが全然映ってなかったことに気がついて、今仕方なく撮り直してるんですけど、話がグダグダだったんでちょっと撮り直した方が良かったんですけど、僕のところには現在4本モンブランの万年筆とボールペンがあって、これとこれはその30年前に自分のその大学の入学祝いでいただいたモンブランで、長らく僕はこれをマイスタースティックのモーツァルトって紹介してきたんだけど、これ勘違いで、これはおそらくはそのマイスタースティックのクラシックというモデルだと思います。マイスタースティックになんか種類がいろいろあって、149、146、あとなんかその下がクラシックで、その下にモーツァルトってあって、自分が勘違いしたのはその149とか146とかっていう数字は、このペンを外した時の筆記の状態でのこのペンの長さが 149mm のやつが149とか、なんかそんなような分類になっていて、でこれはキャップを外した時のペンの長さが120ミリか120、もうちょっとか122ミリか3ミリかなんかそのぐらいあって、最初に測った時ちょっと測り間違えて119ミリぐらいと思っていて、でマイスタースティックのそのモーツァルトっていうモデルはキャップを外した状態だと114ミリって言ったから、なんかすごく小さいんですよ。でキャップをした状態で119ミリなのかな、なんか年代によってちょっと長さバラバラかもしれないですけど、でキャップを外した状態で119ミリだったのを、そのモーツァルトはキャップをした状態で119ミリだったんで、119って数字を見てでは勘違いしてモーツァルトだと思い込んじゃったっていう話ですね。でこれはだからその実際にはキャップした状態だと137とか、140ぐらいあるか、140ぐらいあるので、おそらくはそのクラシック、というモデルだろうと思います。ただなんかクラシックって言ってもなんかいろいろあって、僕が中古で買ったこれは中古のそのところにクラシックって書いてあったんで、その中古の表記が間違ってなければこれはマイスタースティックのそのクラシックに間違いないと思うんですよ。だけど軸の太さとか全然違うし、なのでなんかこれちょっと物的にももう30年前のものですしね、ちょっとよくわからない。これも中古なんで何年前のモデルなのかちょっとわからないですけど、というようなものがあって、こいつはまたなんか型番がよく分からなくて、ここを尻尾をくるくる回してインク入れる吸引式のモデルで、こういう、インレイニブと言えばいいのか、ちょっと特徴的ななんかモデルで、もう一つはだからこれもまた散々話しましたけど、自分はだからこのマイスタースティックのモーツァルトって何度も間違えましたけど、クラシックの、万年筆とそのボールペンのセットをいただいていて、でやっと価値が最近分かるようになって、毎日使って手帳に挟んで持ち歩いていて、これはいいなと思い始めたところで落っことしてしまってで衝撃返っていたんで、ちょっとこれは値段的にはもっとずっと安いモデルで、多分なんかかけるリフィルが入って全然1万円よりも安いぐらいのモデルだったんで、ちょっと違うのかもしれないですけど、でもとりあえずこれもマイスタースティッククラシックという表記になっていて、今ジェットストリーム入れてますけど、ボールペンがありますよと。今持ってるのは4本で、どの話からしようかな。今ここに図を買ってましたけど、これがこの間中古で買った、これもかなり値段的にはだから普通に買うのの半額以下の値段で買うことができたんで、ちゃんと書けるのかなって心配だったんですけど、とりあえずかすれる、大丈夫か、でこれが多分例えばパーカーの XF とかと比べても一段低い線が引けて、それこそG ペンの2部とかに近いぐらいの細い線が引けて、僕は細い線が引けるものが欲しかったんで、なんかモンブランの EF はすごい海外のメーカーなのに細い線が引ける、やったーと思ったんですけど、ちょっと今なんかかすれが出てきましたけど、これが一つは逆さまにするとちょっとわかるかな、後で写真をここに貼りますけど、
ペンシンが明らかにすごい右に寄ってしまっていて、右にっていうのはこのペンシンを上にして見た時に向かって右側にペンシンがこう寄ってしまっていて、で最初にこれずれてると思って爪でこうクックって押して真ん中に戻したんですよ。戻したらインクが全然出なくて線が引けなくて、でこれをちょっと右に今もかすれてきちゃってるけどちょっとずらしてあげるとなんかフローがちょっと良くなって今もかすれちゃうな。まだインクが入ってる。全然これもうなんかこうやって紹介する時になってかすれるとかなんかもうちょっとツンデレですよね。今まですごくよく描けていて、でペンシンをだから右にずらすとすごくフローが安定してめちゃめちゃ描き味が良かったんですよ。かすれてきちゃったな。どんどんかすれてきてんな。これちょっと後で分解して清掃してペンシンを真ん中に戻して回復するかどうかちょっと見てみます。そうこれも超音波洗浄機を買った時に真っ先にこれを洗浄しようと思ったんだけど、このちょうど右にずれてる状態の時にインクフローがベストでいい線が引けてたんでちょっと洗うのをためらってしまったんだけどかすれてきたからやります。でそれで中古の難しいところは自分はだからモンブランの EF って海外メーカーにしてはすごく細い線が引けるんだって思っていたわけですよ。だけどこのペンシンのズレみたいなものを見ると果たしてこのインクフローがそのモンブランらしいそのインクの出方なのかが全然分かんなくなってきたり、それこそ今ちょっとかすれてきちゃってたりとか、あるいはこいつのペンをこの横から見た時になんかペン先がポクーッと下がってきて最後のところでキュッて上に反ってるんですよ。これは買った時からでこの間なんかモンブランのこれを磨いていて間違えて別な万年筆のそのキャップを締めようとして先をちょっとなんか押しちゃったりして、でやばい曲がってないかなみたいな話をしたんですけど、それは全然影響なくて、今これはだから買った時からペン先がなんかちょっと上に反っていて、これがだからその普通にこれが正しいペン先の形なのか、それともこの前の持ち主の人がそれこそ例えば落っことしてちょっと上に曲げてしまったのか、あるいは例えばこの人がなんかペン先を調整して好みの書き味にした結果こうなってるのか、それとも買った時からこれが正しい形で新品買っても同じなのかがちょっとわからないんですよね。マジで本当にかすれてきちゃった。これはじゃあ後で清掃してみます、だったりするんで、本当にちょっとやっぱ新品を買って自分でその状態で確かめないとこういうのは本当に書き味がやっぱ自分これ中古を何本持ってたとしてもモンブランの書き味ってこうだよねって話はなかなかできないわけですよ。ちょっとカメラのレンズにも似ていて、僕はだからライカのレンズを何本か持ってるんだけど全部割とジャンク品に近いような B 級 C 級の中古品ばっかりなんですよね。で中カビが生えてたりとか曇りが出ちゃってたりとか、バルサムって松ヤニが、切れてレンズの縁の方がガビガビになってたりとか、そういうひどい状態のものしか持ってなくて、最初にそういうのあまりよく分かってないまま撮影して画面がちょっともやがかったようなふわっとした写りになっていたんでライカの古いレンズってやっぱレンズが昔のレンズってこうやってちょっとふわっとした霧がかったような写りなんだなと思ってたら、これちょっと漫画のネタにもしましたけど単にカビてるだけだったみたいな話があったりして、なのでこれはだからちょっと今のこのモンブランの、EF で本当にかすれてきちゃった。それこそ今爪でペン先戻すかな。ペンシンを真ん中に行けみたいなことをどの程度やっていいのかな。ちょっと荒っぽいかな。ペンシンを真ん中に戻してみました。まあこれはちょっと洗いますっていうのがちょっとこの今の EF で今一番気に入って本当に毎日これを使っていたんだけどでそれも昨日まではというかこの動画を撮る直前まではインクフローが本当にベストの状態で絶好調でいい線が引けてて中古だけどいいの買ったんですよって話が本当はしたかったんですよだけどこんなことになったんで今ちょっと話の内容が変わりました。でもう一本これはだからちゃんと新品で30年前のものですけどいただいて、でこれは今ここにこんな風に書いてますけどモンブランのモーツァルトだと思い込んでたけどクラシックで、ただこれはだから太字なのでミステリーブラックの黒のインクを入れてた頃はちょっと太すぎて僕のこのちょっと絵が描きたいとかあるいは手帳に小さな文字が描きたいという用途にはちょっと全く合ってなくて出番があまりなかったんですよ。なんか使いこなしたいなと思っていたんですけど、だけどオイスターグレーっていうちょっと薄い色のインクを入れたらこれオイスターグレーですけどこんな風にちょっと素早く薄く、線を引くとそれが乾いてくるとかなり淡いグレーになってくれて、でも文字を書いたりみたいなちょっとインクがこうグッと強くたまるような書き方を
すると割と濃く残ったりして、なんかその不思議なというかなんていうかな、複雑なインクの出方をする、いいインクだなと思うんですけど、オイスターグレーっていうでもこのグレーのインクを入れてみたら、太いペンでも細かい文字がなんか書けるっていうか、なんか書けてるわけじゃないんですけど、濃い黒いインクに比べてこうコントラストが淡くなるからなのか、細かい字がなんかね圧倒的に書きやすくなったんですよ。潰れてるんだけど、でも黒いインクで潰れちゃった時に比べてちょっと識別がしやすいというか、このインクの濃淡なんかもあるのかもしれないですけど、であとこの淡いインクでこの例えばちょっとイラストを描く時とかに、なんか当たりを取ったりすると、黒のインクだともうちょっとなんか細かい描写が全くできなくて、これでイラスト描くのは絶対無理だと思ったんだけど、こんな斜めの角度から見るとデッサンが狂うな。なんかちょいと描けるんですよ。でこのオイスターグレーを入れてから、一気にこいつのなんか出番が増えたというか、使い勝手がちょっと良くなりました。あとは、モンブランのなんか万年筆どれもそうなんだけど、ひっくり返して書いた時にほらめちゃくちゃ細い線がかすれますけどね、なんですよ。これはなんか使い勝手が一気に広がって、今、利用頻度がかなり上がっていて、なんかこの 2本でなんかそのモンブランに対するなんか自分の中の株がぐっと上がったというか、その前にこのボールペン使ってるうちになんか書きやすいんですよね。それでバランスがいいのか何なのか、ブランド力に自分がなんかこうやられてるのか分かんないですけど、とにかく愛着が湧いて気に入って使ってました。こいつはこれから中古ですけど、徐々に使って愛着が湧いていくといいなと思います。ちょっとね前に持っていただからその自分のクラシックのボールペンは書き味的にはすごくガタつきが全くなくて良かったんですよ。こいつはなんかカチカチちょっと音がしてるので分かる通りなんかガタつくんですよね。それはだからこれはリフィルが純正じゃなくて、またリフィルアダプターだっけ、こいつを入れてるからなのか、何かちょっと調整の仕方があるのか。スプリングは別に弱くなってるってことはないな。このモンブランの話を前になんか動画でしたっけ。そうちょっとここのネジが間違うとこうクッと斜めに入っていきそうになっちゃったりして危ういっていうのと、今言ったみたいに角度によってなのかな、なんかね片付いてこうカチカチ鳴ることがあるんですよ。そこがちょっと気になるんで、難しいな。なんかめちゃ安かったですからね。ちょっとこう置いた時とかになんか中でカチャカチャってなんかリフィルが動いてるんですよね。カチカチ鳴るし、それをちょっと直す方法がうまく見つかるといいですけど、ちょっといろいろ工夫してみようと思います。もう一本これもその大学受かった時に確かいただいたもので、こいつはだからそのインレイ2部ですかなんかで、こいつは細字かな。また小文字で書いちゃった。こいつが型番がよく分からなくて、ペン先にはなんだっけな585って書かれてたかな。であと調べるとなんか220番みたいななんかだったかな、型番で呼ばれてることがあったり、ウッド軸とかなんかそんなような呼ばれ方をされてたりして、ちょっと型番が分からないですけど、こいつもでもそうか、横から見た時にやっぱりこうシューッと下がってってピッてこう、どの万年筆もでも多かれ少なかれちょっとあるんだけど、なんかちょっとピッてなってますね。なんかアーキテクトみたいだよね。こいつはだから結構細い線が引けて、書き味も滑らかで、インクフローもバッチリ安定してて、いいですね。なかなかいいです。そしてこいつが裏返した時にカリッカリの書き味なんで、紙をなんか切っちゃってそうだけど、なんかザリッっていうすごい書き味とともに、でもめちゃめちゃこれより細い線見たことがないっていうレベルで細い線が実は引けるんですよ。そこはちょっと変わり種というか、なんか面白い。
マジでなんかちょっとなんていうかアーキテクトみたいなペン先になってるせいで、別に縦横の時に太い線が出るとかではないんだけど、書き味はちょっと独特ですね。なんかというやつがあって、これまたなんでしょうね、細いといっても本当に書き味がこうスッと線が引けたりするわけじゃないんで、ザリ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 ってやりながら細い線が引けるってことなんで、それの使い方は難しいですけど、でも本当に細い線が引けるっていう意味では、多分手持ちの万年筆で一番細いのはこいつの裏返し状態ですね。で多分このクラシックも裏返し、今ちょっとインク出なくなってきてるからこれで試すのあれだけど、こいつも確か裏返した時には相当に細い線が引けておりましたよと。ちょっとこれは今からちょっと洗ってみます。というわけでなんかうわそう今こうなってくると146とか149を試してみたくて今しょうがないんですよ。なんかなかなかのお値段のものなんでちょいとおいそれと手は出ないんですけど、で中古だと結構安いものが出回っていて、もう中古でいいから1本どっかのタイミングで買ってみようかなと思ってるんだけど、だからその今言ったみたいにこいつみたいに中がボールペン中がカチカチいっちゃうとか、こいつみたいにペン芯がちょっと右に寄ってる状態じゃないとインクが普通に出てくれないみたいな、そして今ちょっとかすれてきちゃったみたいなちょっと癖玉みたいなものが玉じゃないや、それはレンズの話で、この癖のあるペン先のものが来ちゃったりするのは怖くて、なのでなかなか難しいですね。でもモンブランかなんか、またでもどうなんだろうな、自分の中ではいろんな、要するにモンブランが何とかっていうところに買収されて、そうなってからは時計作ったりとか万年筆だけじゃないメーカーになってしまって、そこから決して別にペンの完成度が落ちたわけではないんだけど、値段ほどの値段的には高いですからね、書き味ってわけではないよみたいな話もあったりして、それは全く言う通りだなと思うんですよ。ボールペンも中古で安く買ったとはいえ、新品だったら何万円とするじゃないですか。でも書き味的には中ちょっとストリーム入っちゃってるし、ボールペンっちゃボールペンじゃないですか。なのでブランド品になってしまっているんじゃないかみたいなのもあるんだけど、確かにそういう面もあるんだろうと思うんだけど、でもなんか総合的な、要するに裏返した時でも別にそれがペンの性能に関係ないですけど、自分としては裏返した時にすごく表情の違う線が引けて、かつ裏返すとかすれるものもいっぱいあるんだけど、こいつはだからそんなにはかすれなくて、インクがきちんとフローしてくれたりして、なんかそういうところでなんか信頼感があったりするんですよね。今だから中古のクラシックの方がかすれたんでちょっと直さなきゃあれですけど、こいつもついさっきまでは抜群にフローが安定してたんで、そんなこんなで自分の中ではモンブラン株がちょっと上がるようなことが割といろいろあって、特にいただいたあれだな、マイスターシックのクラシックのボールペンを愛着が湧き始めていたところだったりしたんで、ちょっとお気に入りになりつつありますというモンブランの何本かでありました。雑談です。そうですね。モンブランの話と、あと中古を買うことの難しさですね。ということでした。では。